こんにちは。発掘ゴール武器の入手方法解説、やっていきます。それじゃ早速、この動画の趣旨から説明しよう。この動画では、MH4G のエンドコンテンツであるゴール発掘武器を入手するまでについて、探索、ギルドクエスト、武器ガチャ、それぞれに分けて解説していきます。それぞれの開始位置を置いとくんで、必要そうなとこに適宜飛んでください。ちなみに、このゴール武器については、めぼしい発掘武器と置き換えてもらっていいよ。で、この動画ですが、あくまで流れとか仕様とか実際やる上での手順を説明します。詳細なデータとか一覧みたいなのは載せないから、これは各自で検索してね。ファミ通のガイドブックおすすめですよ。1570ページありますが。一応最初に、発掘武器について説明しておくよ。モンスターとか鉱石、骨で作れる生産装備と違って、アイテムを鑑定して直接入手するよ。ノリとしては、錆びた武器や風化武器に近いですね。あれの鑑定結果が大量にある感じです。武器防具があって、武器については全部機種に存在しているよ。最近開発されたらしいチャークも樹海に埋まってますが、それは気にしない感じでお願いします。そして強力な発掘武器については、生産武器を超える性能を持つよ。上記は、生産最強の1本、ローグレギオンとの比較です。数値の時点ですでに差があります。抜刀会心をつけた抜刀切りの期待値は、発掘側が白ゲージでもログレギより強いよ。ちなみに、防具の方は、特定の複合スキルが発動します。生産とは、どちらが強いとかはありません。そういうわけで、当然、みんな強い発掘武器が欲しいよね。これは、高難度のギルクエでのみ入手できるよ。MH4G の多くのプレイヤーは、最終的にギルクエを回しまくることになるんですね。しかし、ギルクエについては、最初からクエストカウンターには置いていません。じゃあどうすりゃいいのってのが、この動画である程度わかるよ。じゃあ前置きが長くなりましたが、本編に入りましょうかね。まずは探索からだね。探索は未知の樹海を自由に回れるよ。各ランクに存在しており、毎回マップ構成と出現モンスターが変わります。一応発掘装備も出るけど、強いものは出ないようになってるよ。さすがにそんなに甘くないね。じゃあ何が得られるかというと、ギルクエが入手できます。探索でモンスターを狩猟したりすると、対応したモンスターの中から抽選で派生するよ。探索とギルクエのモンスターは必ずしも一致しません。つまりどういうことかというと、目当てのギルクエを引くために、まず探索モンスターを厳選する必要があるよ。武器ガチャの前にクエストガチャ、そしてその前に探索ガチャだ。もちろん、すでにギルクエを持っていたり交換できれば、この工程は省けます。ただ、オンラインが終了した現在では、多くの場合、この工程を踏む必要があります。で、探索については、基本的に上位か G 級に行くことになるよ。それぞれメリットデメリットありますが、人気モンスターは上位の方が入手しやすいですね。それに、G 級装備なら上位探索は楽勝だからね。上位探索の方が行く人は多いみたい。派生したギルクエレベルが低く、育てるのが大変というデメリットはありますが、目当てのギルクエを引く方がはるかに大変なので、それは結構どうでもいいです。じゃあ、出現モンスターについての解説ね。まず出発前に表示されるモンスターは必ず出てくるよ。ただし、2投目以降は乱入扱いのため、開始直後はいません。上の探索では、クックとフルフル足は必ず出るけど、開始時はクックしか探索に存在しないよ。いずれフルフル足も出現しますが、これに結構時間かかることがあります。モンスターの乱入について話すね。乱入は、存在するモンスが1体になった時点から、時間経過とともに確率で発生するよ。時間が経てば経つほど乱入確率が上昇していき、20分くらいすると 100% になります。上にある確率は上位のものだけど、G 級でもあんまり変わらないよ。G 級は、上位より少しだけ確率の上昇タイミングが遅くなるね。そして、乱入でしか出現しないモンスターがいます。これは出発前の探索画面には表示されません。探索に行ってみないと確認できないんですね。乱入限定モンスは重要な派生を持ってることがあるよ。例えばゲリョスは最もラージャンの派生率が高い。最初にいるモンスターの厳選だけならまだ楽なんだが、この乱入の存在が探索厳選をまずくしてるよな。最初にラージャンを選択する人多いでしょうからね。
初心者泣かせの仕様です。レア探索も触れておこう。何回か探索でゴールすると、レア状態になるよ。ゴールの荷車から帰ると、希少生態環境発見確率が上昇します。メニューの拠点へ戻るから帰還すると上昇しないので注意です。レア表示限定で出現するモンスもいるよ。これもラージャンクエを狙うなら重要かな。じゃあ一番重要なところだ。ギルクエの派生についてだね。探索で落とし物を拾うか狩猟をすると、一定確率で派生します。拾えば拾うほど、狩れば狩るほど派生確率は上昇していきます。確率とはいえ、1頭狩るだけでも 80% だから、派生の抽選自体は高い確率だね。落とし物が拾いやすいモンスターなら、ほぼ確定で派生させることが可能だ。そして、MH4G からは、一度の探索で複数のギルクエが派生するようになりました。この抽選回数は、狩猟数により上昇します。落とし物だけ拾ってても2回以上は抽選されません。猫の調査報告術をつけてると、落とし物拾っただけで 100% 派生するよ。ただこれは、あくまで抽選された際の派生確率を上昇させるだけね。そもそも日替わりスキルなので、本体の日付をいじらないと厳選できません。元々の派生確率自体が悪くないので、あまり固執する必要はないかなと思います。一等クエ狙いで、探索モンスの落とし物を即入手できるようなら、つけた方がいいね。それでは、次は2等クエストについてです。探索で2等以上狩猟すると派生します。たくさん狩らないと低確率だから、目当てのギルクエに対応するモンスは全て狩ろう。逆に、1等クエが狙いの場合は、1頭だけ狩猟して即帰還が効率いいです。例えば、ババ足を買って即帰還すれば、25% でラー1等クエが派生しますからね。ここら辺は使い分けだね。ゼロからギルクエを集めるなら、まずはたくさん買って手広く派生させるのがいいと思う。さて、では流れについておさらいです。まずは、欲しいギルクエをリストアップして、そこから対応する探索モンスを逆引きします。ギルクエそのものについては、ギルクエ編で触れるから、そっちも見てほしい。逆引きできたら、それらが出てくる探索を厳選です。もちろん、レアか否かも含めてです。2等クエ狙いなら、乱入まで厳選した方がいいよ。この後、クエスト厳選もあるからね。時間がかかる厳選のための準備は、妥協せずやった方が、結果的に効率が良くなるよ。そして、いい感じの探索内容が引けたら、セーブして探索を固定します。逆に固定を解除したい場合は、探索に行くか、クエストクリアしてセーブすればいいよ。固定したら、あとは探索を行い、派生したギルクエを確認していきます。出現モンスターはもちろん、実際にクエストに出てマップなどを見てみましょう。出現モンスが希望通りでも、初期位置とかマップ次第では使えないこともあるからね。というか、大半の場合は使えないよ。完璧を求めると、下手したら武器ガチャよりも時間がかかるとかザラにあります。探索専用でサブデータ作る人もいますね。我々もギルクエ保管庫としてセカンドキャラいますが。ギルクエ10個登録あるとクエ確認すらできないからね。セカンドキャラ作らざるを得なかったんだよ。サブデータの話が出たので、砂紫回避についても触れておきましょう。ギルクエには、砂と紫と呼ばれるマップがあります。これは 4G で追加されたものですね。これらは、起伏とか流差の影響で、基本的にギルクエに入ってほしくないんだよね。そこで編み出されたのが、解放条件をクリアせず、砂紫が出ない状態で探索するというものだよ。村7の雑網狩猟をクリアすると、砂紫が解禁なので、それをスルーするというものですね。上位探索は、村下がると集会所ダレンで解放なので、この手法が使えるというわけです。これは探索ガチ勢用の手法だね。環境を揃えられる人はこれでやるといいよ。当然、村上位で解放される要素が使えません。ご利用は計画的に。じゃ、例題を2つほど挙げましょうか。まずは、クシャルのクエが欲しかったとします。検索すると、上位ガララが 25% で最も高確率で派生しますね。ガララはレア限定だから、まず希少生態環境発見確率を上げて。で、ガララが1投目に出る探索を粘って、そこで固定するよ。あとは、ガララを狩猟、即帰還を繰り返します。落とし物を狙うか、調査報告術をつけましょう。ちなみに、このクシャル厳選の例、年末年始で我々が実際にやったものだよ。その結果、まあまあ良さそうなクエをゲットしました。崖、丘、メイなので移動も少ないです。ただ、
崖エリアが狭くて竜巻が邪魔すぎています。またマラソンするかも。次に2等クエね。人気高いラージャン入りのものを想定するよ。派生率としては、ゲリョスとババーシュが高いので、これらを含ませたいです。ババーシュはレア限定で、上記の通りドスランが一緒に出現するものを粘ろう。ドスランからはドスランとクックも派生するね。右ラーのお供としてはやりやすい部類だ。そして、ゲリョスは乱入限定なので、探索に行ってみて乱入するパターンを目指します。ババー、ドスラン、ゲリョスで固定できて、かつそれぞれ 100% ギルクエ派生したとすれば、約 10% でラージャンが絡む2等クエになるよ。もちろん、他の乱入モンスがラージャンに絡めば、さらに確率は上がります。ベストな環境で5体狩猟できれば、4回に1回くらいはラー関連の2等クエが出ます。3体固定の時点で時間かかるけどね。あと、この固定で全パターンの右ラーは出ないからね。キリンとかオムガは縁がないよ。その場合は、別の固定を目指しましょう。それじゃあ探索編のラスト、装備についてね。と言っても、必須スキルみたいなもんはないかな。あると便利なのは字幕ですね。乱入時のアナウンスとか特にないんですよ。マップ開いて放置して、アイコンが表示されたら向かうって感じですね。武器は、総中魂とチャークが人気みたいね。私らも、大体ペダンでやってるな。総中魂であっても、耳栓おすすめですよ。3色いちいち取るのだるいとき、ストレスフリーです。これで探索編は終了するね。この時点で、だいぶまずい要素であることは伝わったと思う。そうですね。本当に底知れないゲームです。はい。それではギルクエ編に移るよ。ギルクエにはレベルがあり、上限140です。出現するモンスターも決まっています。探索に出てもギルクエにはならないモンスターがいます。最大で2等クエになるけど、1等クエにしかならない相手も数体いるよ。具体的には、ドスコ竜、クシャル、ゴマですね。キリンはコ竜ですが、2等クエになります。クリアすると発掘装備がもらえるけど、レベルとモンスターで見た目とか報酬が違う。上記は、どちらも体験、タチとあるけど、掘れる武器の見た目や量が異なるよ。報酬量にはクエストで多い少ないがありますが、見た目の関係でどちらがいいかは人によります。ちなみに見た目による性能差はありません。コレクション要素ですね。この見た目の要素が MH4G の沼をさらに深くしているのは間違いないね。難易度と報酬について詳しく見ていこう。レベルが上がれば敵が強くなり報酬が良くなります。わかりやすいですね。レベル136を超えると報酬の質が最高になるよ。クリアすり上がってくから選択の余地ないけど。モンスターのステータスは1レベルごとに上がりますが、特定レベルでガツンと上昇するタイミングがあります。高レベルで言えば116と136ですね。ここを境に相手の体力や攻撃力が急激に上がります。狙うべき報酬は封じられし武器だね。強い武器は基本的にこれからしか出ないよ。一応、モンスによっては126以上でも出ますが、単純に確率が低くて集めにくいんですよね。相手も最高レベルで強くなるけど、頑張って倒すしかないね。で、報酬はモンスターによっても変わるけど、それがギルクエのラージャン人気につながってるよ。ラージャンは団体としての報酬の質と量がトップクラスに多いんだ。報酬量ならレオサカルの方が多いですが、モンスター固有の報酬の質はラーが上です。その上、ギルクエモンスターの中では体力が低めで、肉質も全体的に柔らかくて倒しやすい。比較的ですけどね、安定して回るにはそれなりの技量がいります。そしてもう一点、2等クエにできるというものがある。これ結構でかいです。次から2等がいい理由を説明しますね。まず、2等クエストは体力が少なくなります。3割減るんで結構違います。それでいて、報酬はきっちり2等分だよ。体力あたりの効率が1等よりいいんだよね。ただ、当然、合流のケアは大変だけどね。これはマップにもよるけど。肥やしの移動効果が効かない子もいます。よりによってラージャンがそれです。ハイリスク、ハイリターンなクエストと言えるね。そして、2等クエのうち、右側にラージャンがいるクエを右ラーと言います。これは、左側にどんなモンスターが来ても同じです。ラー2等ならラーラーと呼びますが。わざわざ右ってついてるってことは、右にラーがいることが重要なわけだけど。じゃあ、なぜ左じゃなくて右がいいのかってところです。
なんじゃこの画像。これは武器の見た目の話になるんですが、報酬の見た目は左側のモンスターに依存しています。ただ、前述の通り、報酬量はモンスターによって違う。武器の見た目はいいのに、武器が多くもらえないモンスターじゃ困るよね。そこで編み出されたのが右ラーです。見た目が良いモンスターを左に置き、ラージャンを合わせることで報酬量を増やそうってわけです。もちろん、ラージャンから出る武器の見た目が好きなら、左にラーが来るクエストを選ぶことになるよ。そういう意味では、ラーも右ラーの一種と言えなくもないね。モンスターによる報酬の格差は、だいぶでかいことになっています。ギルクエには、2種類の報酬があるんだ。まず、モンスターそれぞれに設定された個別報酬。高確率で発掘が出るけど、1枠しかないよ。そして、クエスト全体の報酬である、ギルクエ報酬です。確率は低いものの、最大16枠あります。ラージャンに設定された確率は上記の通り、結構、高確率で武器が狙えるね。ラーは、個別報酬、クエ報酬、ともに最高クラスとなっています。一方、キリンはというと、こんな感じになってるよ。個別報酬こそ武器がありますが、なんと、ギルクエ報酬から封じられし武具は一切出ません。やっとこさレベル140をクリアしても、30% で1枠しか鑑定できないわけだね。しかし、ラージャンとの2等クエストであれば、ギルクエ報酬に 12% で数枠出現するんですね。ギルクエ報酬からは、封じられし武具が出るモンスと出ないモンスがいるんだけど、2等クエの場合、どちらかが出るモンスであれば、報酬に並ぶようになるよ。そして、報酬量は合算になります。ラー単体よりキリンラーの方がギルクエ報酬が多いです。この辺はさらっとしか触れないけど、とりあえず右ラーのメリットが伝わればいいかな。では、ここでマップにも触れておきましょう。マップ構成は完全ランダムで生成されます。存在しない構成とか細かい仕様はあるけど、派生してみてからのお楽しみだよ。これはギルクエに限った話じゃないけど、段差、流差、傾斜がないマップがいいね。川エリアや天井、崖などが人気です。逆に砂があるエリアは敬遠されます。同じマップでも、程度の差はあるけどな。マップと同じく初期位置も重要だよ。キャンプ隣に戦いやすいマップがあって、初期そこにモンスターがいてほしいですね。2等クエなら合流時の対処ができるかも重要だよ。ソロなら特にね。合流しても見つからないパターンもあります。ギルクエ編ラストね。まずは、戦いやすいと言われるラージャンやテオの1等クエストから始めるのがいいと思うよ。2等クエを粘り出すと本当に終わりが見えませんからね。武器ガチャを考えると適当なクエにできませんし。本番はクエスト攻略だからな。まずは合流を気にしなくていい1等クエから攻めていこう。はい。じゃあ武器ガチャに入るよ。ここからが本番だ。一体何割がここにたどり着けるのかは不明ですが、ここまでやってようやくガチャの権利が手に入ります。この動画では、主として各ステータスがどうやって選ばれるのかについて触れていきます。まずはこれを説明しておこう。いくら発掘武器が強力だと言っても、その性能には限度があるよ。攻撃力や属性は数パターン用意されており、それぞれから抽選で決定されます。当然、高性能なパターンになるほど抽選確率が低くなるよ。では、まずは攻撃力と会心ね。この2つは連動しているよ。明確に期待値順になってるので、良し悪しがわかりやすいですね。一番上が最高倍率と呼ばれ、すぐ下は便宜上準倍率と呼んだりします。基本が上から3番目まで、体験やチャークは最低上から2番目は欲しいね。次に属性です。封じられし武器は8割で何かしら属性がつきます。攻撃属性の方が状態以上よりつきやすいよ。氷と睡眠が大当たりと言えるね。睡眠は言わずもがな。氷に関してはラージャンを筆頭にギルクエで有効な相手が多いです。逆に通る相手が少ない日、極限と相性悪い毒はがっかり属性と言えるね。そして属性の中でもつきやすさに差があります。これ見ればわかるけど、有用性の高い属性に限って出にくい設定になってるよ。あと、8割で属性がつくと言いましたが、これには陽覚性も含まれてます。属性がついてもうち4割は陽覚性ですね。陽覚性はスキルを無駄に消費する形だから、当然覚醒不要の方が圧倒的に評価高いよ。続いて属性値についてですが、これは全属性共通で3パターンのみです。
もちろん、高い方がいいんだけど、何の属性になるかが一番大事だから。属性値が高い低いで評価を変えることはあんまりないかな。属性値最低でも、氷や睡眠だったら、ついてくれただけでありがたいですしね。さて、お次は切れ味だ。これも当たりと言えるのは3パターンだけだね。切れ味による評価は武器種により変わったりしますが、上記パターンなら弱いってことはないです。一番上のス紫は匠不要による自由度。匠紫40は効果力の維持が魅力だね。一番下は白が長いので白流しと呼ばれます。スムラのほぼ劣化ですが、手数武器なら実用圏内です。それからスロットね。これは空きスロット装飾品詰まりのパターンがある。一応、空きゼロもあると書いてはいるんですが、攻略本によると、封じられし武器からはスロットゼロは出現しないようなんですよね。これ見たときはそうだっけって思ったけど、確かに高レア武器でスロなしは見たことないかも。装飾品詰まりは実質スロゼロだから、それと混同してたのかもですね。ちなみに、英雄の武器からはスロゼロも出るよ。これとも混同してたんだろうな。で、発掘の装飾品は取り外しできないので、基本的には空きスロが望ましいです。ただ、同賞であれば、剣士の切れ味次第で当たりと言えます。あと、ヘビーなら潔癖も活かせそうだね。一応、遠距離の武器種にも触れておきますね。我々はあまり明るくないのですが。剣士でいう切れ味に当たる箇所かな。弓は各要素が連動してるみたい。一方、ボウガンは、射撃周りの性能や装填可能弾が個別に抽選されてるそうです。ヘビーは、生産武器が強いのもあって、生産超えの発掘はなかなかお目にかかれませんね。弓は弓でカーマレギオンがあるからな。最高倍率と属性がないと火力では勝てないだろうね。はい、共通の要素としては以上なんだけど、特定の武器種には性能ボーナスがあるよ。上記6武器種は、攻撃力とか防御力になぜかおまけが入ります。最も強力なのは攻撃力プラスのボーナスです。外侵率よりシンプルに期待値が高いです。大剣はただでさえ武器種として強いけど、このボーナス面でも優遇されてるんだよね。それではここで、強い発掘を得られるのはどのくらいの確率かを見てみましょう。上にあるのは、我々が実際に引いた体験ね。こういうのをゴール級と言ったりするよ。ゴールってのは、もちろんガチャ作業のことね。攻撃力や属性、それぞれの確率だけ見ると意外と悪くないように見えますが。全部が重なるとこの通り、556個鑑定して1個出るかどうかくらいかな。とはいえ、あくまで確率ですからね。出るときはポンと出たりするもんですよ。しかも、このガチャ無料だからな。あまりにも良心的すぎる。良心的かはわかりませんが、ゲーム遊んだ結果引いてるだけですからね。変に期待も落胆もせずに、楽しくかつ淡々と掘れってこったな。あと最後に見た目に触れておきますね。見た目は性能とは関係ないのですが、レア度が高ければ発行しやすくなります。基本、高性能なほどレア度も高くなるよ。レア10になると光らない方が珍しいね。性能は満足したけど見た目が気に入らない。それがモチベになって掘ってる方もいますね。本当に無限に遊べるな。未知の樹海の亡霊はいつ成仏できるんや。はい。ではまとめに入っていきます。さすがに伝わったと思うけど、発掘はシリーズでも最強のエンドコンテンツだよ。探索やギルクエ厳選も含めれば何年あったら遊び尽くせるんだってくらい。特に今ではオンラインができませんので、ギルクエ交換やマルチでクエ回しもできません。いいクエストを持ってる方は 3DS と SD カード大事にしましょうね。データ管理とか全部オフラインだからね。いつ壊れるか気が気じゃないよ。そしてこの動画ですが、あくまで手順とか仕様の解説しかしておらず、クエスト攻略や具体的な発掘の評価などについては言及しきれていません。事細かにやってたら1時間は必要だからね。どうしても概論止まりになったよ。各種要素の深掘りについては、そのうち動画にするかもしれません。このあたりは反応を見て検討するよ。とはいえ、特に探索については我々も勉強中だから、もうちょい準備が必要だけどね。この動画で興味が湧いた方は、ぜひご自身で厳選チャレンジしてみてくださいませ。それじゃあ、これにてお開き。ご視聴、どうもありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。